こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。決着、つかなかったわね。18巻発売に合わせるのかと思ってたけど、そうじゃなかった。お楽しみは来月に持ち越しね。代わりに色々と新事実というか、今後の布石が打たれていて一区切り感が全くない。そうね、そっちだったらネタバレにならないし、今回のネタにいいんじゃない？そうだな。今月もできるだけネタバレなしで、5スター物語の連載についてあれこれ話をするぜ。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。さて、すでに18巻については色々語ったので、今回は扉絵の話をしたい。ブライド言葉クスチュアルが長野先生の代弁をしているのが興味深いわ。どうも長野先生の耳には、魔導大戦の終結に合わせて、そろそろ5スター物語が終わるんじゃないか、みたいな声が届いているようなんだぜ。へえ、個人的には結構先の要素を見せてくれているから、全然そんな風に感じないけど、この動画でも5スター物語終わりそう、みたいな話は一切していないはず、だぜ。そうね。で、魔導大戦が終結してからの展開なんだが、7話はアドラー、ジョーカー3100フルフラジャイルとのこと。おお、ついに来たわね、3100年。サブタイトルは壊れる世界へ、降り続く雨ミルクワッシュ、ノースター。どれもすごく気になるわ。フラジャイルっていうのが、宅急便なんかでおなじみの壊れ物とか壊れやすいって意味だから、ここから聖壇の平和が壊れて、ハス派をめぐる限定戦争から、全てを巻き込む大戦争が始まるってことなんだと予想しているぜ。ちなみにこの3100年なんだが、イメージイラストがまとめられた作品集ジョーカー3100に準拠するシーンが登場するようだ。もうだいぶ前に絶版でしょ、それ。マンだらけとか調べないと見つからないと思う。で、ジョーカー3100のイラストは、書き直しなどをしつつ、次の作品集に収録されるかも、とのこと。ジョーカー3100は最初期のイメージでしょ、気になるわ。1989年出版だからな、5スター物語の3巻がまだ発売されていない頃だ。これからこんな展開を描こうってイメージを固めていた頃のイラストだと思う。どんなのがあるのかしら、デザインズ展示会では表紙イラストだけ展示されていたわよね。そんなレイムに引用の範囲で少しだけチラ見せしよう。あ、持ってたのね、早く言ってよ。まず紹介したいのは冒頭の詩。ポエム？それは難しいし、わかりづらい、そして認めにくく抵抗しづらい。なぞ歴史？そう、3100年頃のジョーカー太陽星団について語った詩だ。この後に色々あるが、そこは秘密。ただ、大変なことが起きそうな予感がするぞ。それにみんな気づいていないぞって感じの内容だ。へえ。で、ここから3100年頃の見開きのイラストがいっぱいあるわけだ。どんなのがあるの？見開きイラストは合計で12枚。2枚だけ紹介しよう。まずはこれ。うわ、すごい独特なイラストレーション。本当に初期の資料ね。背景美術は池田茂美さんって方が描いておられる。長野先生は時代の雰囲気を描きたかったのだろうな。で、誰だと思う？わからないわ。タワーだ。解説文には3100年に生まれたとある。フロートテンプルで生まれるのか、それともハス派で生まれてからフロートテンプルにやってくるのか、そこまではわからない。独特の雰囲気、存在感があるイラストだよな。面白い。次は？どれにしようかな。これかな。あ、ブーメランユニット。そう、レッドミラージュのブーメランユニットのテストだ。この設定ではルーナユニットと紹介されている。場所はバビロン王国とのこと。この騎士とファティマってもしかして、機体にナンバーが打たれていないからわからないが、2巻発売時ってことを考慮すると、最初期に構想していたヨーンとパルスエットだろう。ウプ主を含めて、いつかヨーンがこの未来にたどり着くと予想していたファンも多かったんじゃないか。たどり着いて欲しかった。一般兵士もいるみたいだから、多分大進行に向けての合同訓練じゃないかな。これが連載で書かれる時は相当にアップデートされているはず。楽しみすぎるわ他には。サイレントクリステンとか色々あるが、これ以上は自重するぜ。でも最後のイラストだけは一部分だけ紹介しよう。89年の時点でクリスケンって存在してたんだ。長い間温めてたのね。ジョーカー3100の見開きイラスト、12枚目は、3149年に執り行われた葬儀の参列者だ。誰とは書かれていないが、解説文ではトランは血に染まったとある。ああ、ボード・デュラードこと、ミッション・ルース大統領の葬儀ね。デュラードは3149年没ということになるのだろう。ただ、参列者にリー X がいるから、歴史はもう変わっている。そうか、リーはフロートテンプルで戦死しているものね。きっと代わりにパナールが参列するのよ。面白いわね。このイラストの解説ではエストが KOG とヤクトミラージュ、グリーンレフトを狩る、トランは血に染まったと書いてある。これは多分、実現するんじゃないかな。なんかその書き方だと、
3159年以前にトランデ役とミラージュが暴れ回るような戦争が起きるみたいね。可能性はあるだろうぜ。長野先生はたびたびストーリーを書き溜めているって言っていたけど、本当にいろんな物語を作り終えていたんだなってわかる。設定変更とかあったけど、それは多分、ジャズの即興みたいなものじゃない？楽譜はあるし、別の曲に変わったりしない。ジャズで例えるより、ロックで例えた方が長野先生には合ってそうだけど、そんなものだろうと思う。本当にすごいよ。あと数年で連載がここにたどり着こうとしているんだぜ。見届けないわけにはいかないだろう。ジョーカー3100のここから先は、キャラクターズとかデザインズ、ガレージキットの説明書とかに掲載されたモーターヘッドのメカニズムのイラストとか紋章のディティールとか、ここでしか見られないイラストっていうのはない。そして最後に若き長野先生のロングインタビューがある。へえ、どんなことを喋っているの？生い立ちとか家庭環境から始まって、どうやってデザインを生んでいるのかまで色々。読み応えあるな。長野先生のおじいちゃんは駆逐艦のエンジニアで、吹雪を作っていたそうだ。カンコレでおなじみだな。へえ、メカというかミリタリーへの親和性は家庭からなのかしら。床の間には砲弾が鎮座しているらしいぜ。1989年時点では。火薬は抜いてあるだろうけど。そんなご家庭ないわよ。で、日本刀も家にあって、振り回していたそうだ。重さだけで物が切れる凄さが好きだったとのこと。確かに5スター物語の世界改編前だと、刀が騎士とかモーターヘッドのメインウェポンだったものね。内刀と太刀の違いとかも解説していたし、家庭環境って大事だよな。富の雲隊も確か父親が航空関係のエンジニアで、戦闘機パイロット用の余圧服の資料を見て、ものすごい影響を受けたって言っていたはず。二人とも生まれた時からミリタリーがそばにあったのね。意外だが、納得の共通点だよな。なお、この前、元角川書店社長にして、長野先生の初代編集の井上慎一郎さんの本が出た。メディアミックスの悪魔というのだが、これがめちゃくちゃ面白い。ここでしか明かされていない話もあってすごいぜ。富野監督についても意外な真実がさらっと明かされている。何？それは一般公開の場で話すと問題ありそうな話題に接続されるから、限定動画で話そうと思っているんだが。もったいぶらないで教えてよ、それくらい。仕方ない。富野監督の今の名前、富野義行。これがペンネームだっていうのは知っているよな。本名じゃなかったの？違うぜ。本名は富野義行という。他にも作詞するときはヨギリンとか、いろんな名前を使い分けているんだが、どうして富野義行になったか知っているか？さあ、さっぱりだわ。何かの当て字？いや、日本サンライズの初代社長、岸本義成さんが亡くなった時、因果を変えるために猿高名な占い師にこの名前を選んでもらったそうだ。そして、この名があったから人気を後世まで保てたと言っているとのこと。何それ？この新事実、なんと井上慎一郎さんも最近になって、富野監督に教えてもらったとのことだぜ。じゃあ、この本が初出？そうだろうな。まさか占い師だなんて、確かに富野監督の作品にはオカルト要素があるけど、しかも名前のおかげで人気を保てたって言ってるなんて、にわかには信じがたいわ。だろ？一般公開の動画だったらここでこの話題は終わりなんだが、限定動画の雰囲気を伝える意味もあって、ついでに少しだけ話してしまおう。ああ、人を選ぶ話題が始まったわ。こういう、公にしたら笑われてしまいそうな素朴な信仰っていうのは、実は結構多い。飛びとか漁師とか危険な仕事をしている人、プレッシャーの中で仕事をしている人たちの多くは、口には出さないけど本当に信仰を持っている。お店を開くとき、必ず盛り塩を新しくするとか、神棚に手を合わせるとか、そういう行為をごく当たり前に行っているぜ。富野監督が占い師を頼りにしたのも、全然不思議なことじゃない。ただ、世間はなぜか、こういうことをしているというと、成功するイメージのルーティンですね、とか言ってコンサル風に解釈してみせたり、そうでなければ頭がおかしい人扱いしてくるんだ。だからみんな口に出さないだけ。それはあるわよね。タブー視されてる。ウプ主が知っている建築会社の社長の家には、めちゃくちゃでかい神棚があって、必ず毎年お札とか熊手とかを新しくしている。地鎮祭だってやる。サーバーの保守をしているところだって、神田明神で IT 関係のお札を授かって貼っているところがあるし、トラブルが起きないよう、サーバールームをお払いしたって話だってある。世の中のほとんどの人は、こういう超越的なものを信じる行為そのものが日常から消えてしまっていて、すぐに宗教イコール人生がうまくいかない人が騙されてるみたいな目で見てくるんだ。得てして、自分は宗教なんて信じないなんてことを言う人は、もっと立ちの悪いお金教の熱烈な信徒だったりする。これはエマニュエル・トッドが西洋の敗北の中で語っている、数千年来個人を繋いできたフォーマットを失った宗教ゼロの社会に日本も近づいている証拠だ。
ヨーロッパはもうすでにその状態になっていて、それが混乱を招いている。富野監督があの成功を人並み外れた努力や積み上げた実力ではなく、83歳まで密かに名前のおかげ、と謙虚な姿勢でいるように、プレッシャーがかかる仕事をしている人は必ず心の拠り所を持っている。その対象は神仏やら占い師やら民間呪術者やら色々。公の場で話題に上らないだけで隠然たるパワーを持っている。私が思うに日本のアニメや漫画のパワーの源は、キリスト教に焼き尽くされていない、このあたりの土着性にあるんじゃないかな。富野監督や日本のクリエイターが書いている超常現象の描写もそのあたりと無関係とは思えない。なるほどね。でもさすがにこれ以上は本当に限定動画っぽくなるからやめましょ。そうだな、全力で脱線してしまったぜ。とりあえずジョーカー3100やメディアミックスの悪魔の話題はここまでだ。限定動画はネタバレトークだけじゃなくて、こんな話もしているから、ぜひ一度見に来てほしいんだぜ。今月号のニュータイプの扉絵では3100年のその先、8話の予告まである。これこそみんなの見たかったあれ。アドラー3156、モナークセイクレット、大進行の年だぜ。うわ、これこそ見るまで死ねないわ。ウェーブのレッドミラージュのプラモを組み立てながら、色々妄想してたもんな。5スター物語においても最大級のハイライトエピソードだそうだぜ。そうでしょ、ミラージュマシンが勢揃いで暴れまくるんでしょ。これ、8話が始まったら模型クラスタの人たち、狂気乱舞するんじゃないかしら。だよな、私もそう思う。ホビージャパンとモデルグラフィックスの部数が増えるだろう。そんなわけで、5スター物語は、近々終わるんじゃないか、という一部の噂は完全に否定された。この先の展開も楽しみだぜ。今月はデコースの過去についても、見方を変えなくちゃいけない新情報が出てきたし。それはすごく語りたいんだよな。でもネタバレだから限定でやろう。デコースの生い立ちを再解釈してみたぜ。新しいデザインも出てきたし、ね。というところでこの動画はおしまいだぜ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。